こっちちゃうかなGPS がどっちやこっちやなんか定まらん感じになってます。皆さんこんにちは、朝日です。2024年11月、ここはモロッコマラケシュです。1000年の歴史を持つこの町は赤茶色の建物が連なり、フランス語でラ・ビル・ルージュ、赤い町として知られています。今回はそんなマラケシュの旧市街を歩きながら独特の文化や食、建築をご紹介していきます。こういうスーク広いんで全然一部しか巡れてないんですけど、本当迷路みたいだな。こっちメディナと呼ばれる旧市街は細い小道が縦横無尽に張り巡らされた迷路のような空間で、小さなお店が密集しています。アラビア語で市場を意味するスークでは Google マップは気休めで、むしろ迷うのが正解。地元の人の親切に触れたり、角を曲がるたびに見れる写真映えする光景に感動したり、これこそがマラケシュの楽しみ方と言えるでしょう。そしていろんな人に教えてもらいながら宿に到着。今回泊まったのは BE20 というリヤドで1泊8ドルと観光税で2ドル、およそ1500円でした。リヤドというのはかつての富裕層の邸宅を改装した宿のことで、建物の中心に吹き抜けの中庭があり、光と風を取り入れる作りになっています。外観はシンプルなんですけど、中に入ると伝統の装飾やタイルが美しく、リヤドに泊まればモロッコを感じられること間違いなしです。ありがとう。名前は何ですか？すごいな。はい。さあ、こちらがマラケシュの中央広場、ジャマエル船広場です。今はお昼なのでこんな感じなんですけど、夜は夜ですごいにぎわいを見せます。船広場の名物ともいえるオレンジジュース。 OK、wait、 10ディルハム、150円ぐらいだそうですね、スモールで。Not change. No small. Next time. I What? don't have change. Next time. Really? Next Very time? rarely. Not really. Very rarely. Okay. Maybe next year. Yeah, no. Really? Okay. なんだそりゃ。観光地でこんなこと初めて。無料になっちゃった。ありがとうございます。うんま。やっぱモロッコのオレンジ異次元にうまいわ。これもう2万回以上言ってるんですけど、モロッコのオレンジは本当に美味しいです。皆さんが知ってるオレンジの中で一番うまい味、あれが超安価で食べれてる感じで、安い割に美味しすぎるから有名じゃないんだと思います。船広場のここに夜になると屋台がずらーっと並んで、大道芸人がいっぱいパフォーマンスをするスペースに変わります。夜にまた来ます。モロッコのお金ディルハム、 ATM でお金を下ろすことができるんですけど、郵便局の ATM が手数料ないってことで列ができてますね。船広場から見えているタワーは街のシンボルともいえるクトゥビアモスク。12世紀マラケシュが北アフリカ最大の王朝ムワッヒド朝の首都だった時代に建てられ、ミナレットと呼ばれるタワーの高さはおよそ70メートルあります。ちなみに南スペインセビリアにあるヒラルダの塔も実はこの塔がモデルなんです。ムワッヒド朝が南スペインを支配していた歴史は、こうした建築に今も静かに刻まれています。こちらがアグノーと呼ばれるゲートです。12世紀マラケシュがムワッヒド朝という王朝の首都だった時に作られた建物、約1000年前ってことですね。門に刻まれた彫刻、
こちらがコーランの引用だそうです。コーランっていうのはイスラム教の聖書みたいなもんですね。アラビア語で数字の1をワッヒドというように、ムワッヒドとは神様は唯一であると信じる人たちのことです。ムワヒド朝は本来のイスラームを回復させる使命を掲げていたので、それでこのようなイスラーム建築最高峰の門を作るに至りました。ここに書いてあることを要約するとそんな感じ。アグノー門はそんなムワヒド朝の王宮の入り口でした。それではこれからマラケシュ名物料理を食べに行きます。ここはマラケシュです。船広場っていう中央の大きな広場の近くなんですけど、マラケシュ名物のタンジーヤという料理を食べてみたいと思います。こちらの壺のことをタンジーヤと呼びまして、これに牛肉や羊肉を詰めてスパイスを加え、炭火で何時間も煮込むマラケシュの伝統料理です。めちゃめちゃいい匂いしてます。タンジーヤ、壺で煮込んでんのか焼いてんのか、肉ですね。何の肉なんでしょうか。全然下調べもしてない。とりあえずいただきます。煮込むとは言っても水や野菜は入れず、蒸し焼きのような感じで肉のうまみが凝縮された濃厚な味を楽しめます。めっちゃ濃厚、めちゃめちゃ美味しい。なんかスパイス効いててめっちゃうまいな。ほんまタジンとは違って野菜が一切入ってないです。肉だけ。豚の角煮っぽいんですけど、イスラム教なんで豚肉じゃない。じゃあなんだ、牛肉だと思う。めっちゃうまいわ。ごちそうさまでした。Very good. Thank you. そして翌日、マラケシュにある別のタンジーヤレストランに行ってみました。チキンタンジーヤ。 Yes. めっちゃでかい。チキンタンジーヤ。タンジーヤはもともとハマムと呼ばれる公衆浴場の炭火を使って調理されていました。朝、壺に肉やスパイスを詰めてハマムに預け、それからそれぞれ仕事へ向かい、昼になると壺を受け取り、みんなで囲んでパンと一緒に食べる。家に帰って食事する時間のない忙しい男たちや地方からの出稼ぎ労働者にとってまさに弁当のような存在だったわけです。つまりタンジーヤは都会の庶民の男たちの料理ということで、今ではマラケシュ名物として知られています。ごちそうさまでした。450ml のコーラで 5.5 ディルハム、80円ぐらいですね。夜の船広場です。盛り上がってます。視聴者さんがおすすめしてた船広場の屋台14番、ここのイカフライとナスのペーストうまいらしいです。屋台のご飯、隣席近すぎて全然撮影できなかったし、食レポもできなかったんですけど、めっちゃ美味しかったです。船広場の活気とか客引きとか雰囲気、もうその全てが無形文化遺産ということで、あそこでご飯を食べることに意味がある。マラケシュに来た際は船広場でご飯を食べることをお勧めします。ビーフ、タンジーヤビーフ、オクステル。タンジーヤがもう食べれなくなると思ったら寂しすぎて、最後出発前にもう一回タンジーヤ。こうしてマラケシュに滞在した3日間、毎日タンジーヤを食べていましたが、これが大正解。タンジーヤはマラケシュ名物なので、他の町では全く見かけなかったからです。タンジーヤでカスバっていう名前らしいですけど、 Google マップには出てきません。めちゃくちゃ美味しいお店でした。マラケシュ来てよかったです。それじゃあ出発。ということで今回の動画はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。次回はアトラス山脈ウリカ渓谷を旅します。
チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。さようなら。